こんにちは、村田和です。築47年の家をリフォームしています。シロアリの被害がたくさんあり、土台や筋交いの交換などが必要でした。大引きも例外ではなく、何本かはシロアリの餌食でした。床のレベルの狂いもひどかったので、すべて撤去して一から組み直すことに。トイレと階段へ行けるように部分的な解体で留めてあった玄関ホール。シロアリ被害もありますが、土台の下半分は残っています。当初はトイレと階段部分のこの床は残す計画でしたが、根玉でシロアリに食べられていました。結局すべて壊すことに。今回トイレはリフォームしません。奥にあるライトオークの床は残し、新規のフローリングと段差なくつなげます。そして階段を浮かしたまま完全水平な床を作ります。ドアの枠材をできるだけ傷つけることなく、手前の古い床を引き抜きます。パッとわからんね、これ。残す予定だったものも結局壊すことに。この家の基準となる玄関の床も新たにレベルを取り直すことにします。釘が錆びていてよく効いており、なかなか壊すことができません。釘は残ったまま火が負けて割れてしまいます。割れちゃうか。あかん、床ごと引っ張っちゃう。おお、綺麗に取れた。お、綺麗に取れた。すごいな。大引きに根太を取り付けました。続いて断熱材を入れていきます。今回使う根太工法用の断熱材は2本のスリットにより幅の調整が効くので、根太管にぴったり収まります。幅を切らずに入るので施工性は良いのですが、その分断熱性にムラがあるのが難点です。根太受けを取り付けていきます。先ほど既存根太受けを外したので、トイレ付近は床や壁の荷がかかっています。よって普通にレーザーを信じて取り付けたのでは、わずかに床が下がります。バールに体重を乗せて少し上げ気味に根太受けを取り付けていきます。トイレの床のレベルも直しながら新しい床を組んでいきます。
難しいな。土台の上半分がシロアリに食われており、根田受けを打ち付けられません。そのため奥の部屋から大引きを伸ばしました。端は土台に乗せ、3尺いった大引きの小口に根田受けを連結して階段下まで1本で通します。ここの床組みを後回しにしたのは2階やトイレへの出入りのことだけではなく、この一連の作業を行うためです。この土台に階段が乗ってなければ土台は新しく交換していたと思います。断熱材が入ったところは足場を良くするため合板を仮で置いていきます。玄関ホールにやっと根田がかかりましたね。時間がかかっちゃいましたね。本当は最初からやりたい部分ですが。それにしても合板価格高くなりました。以前の2倍くらいしていますが、きっともう下がることはない気がしています。水道屋さんが来てくれました。400ぐらいからここら辺に来るので、水道配管がしやすいように床の合板はまだ仮置きの状態です。家全体がバチっているようです。バチるとは平行でなかったり直角が出ていないことを言います。一度合板を外し斜めにカットして合板の割りを調整します。こちら側も斜めにカットするために一度合板を取り外しました。そんなことはつゆ知らずやらかしました。誰か踏み外すなと思って、俺だったな。俺が踏み外したね。思い込みってすごいね。さっきまであった合板がなくなっていたことに気がつかず、振り向きざまに足をついたら踏み抜きました。2階の床や屋根合板だったら危なかったですね。キッチンの配管工事をするため正確な位置を墨出しします。この家の床は直角が出ておらず全体的に歪んでいます。この時点で床の割り付けをする必要があります。床材の目地とキッチンの配置にズレがあると見た目が悪くなってしまいます。そして柱は3メートルで約28ミリ傾いています。傾きも計算した上でクリアランスを取り位置決めをしなければいけません。普通は壁や柱芯を信用して墨をつけますが、この辺りがリフォームでは注意が必要です。そしてこの傾きや歪みがこの後の工事の進みに大きく影響することになります。俺があれしたで、あれやわ。そのジョイントとこっち4分いったところにするね。大丈夫やでな。これがカウンターまあ前ずらなんか前ずらなんかせんので。これはまあ基準として。このお家は水道が家の中を走っています。
もちろんそのままつなぐことは簡単です。ですが、既存配管との接続部分が万が一漏水した時のことも考える必要があります。確認のためだけに少し土を掘ってみるといった作業を行います。こういった地味に面倒で疲れる作業のことは、摂さんも監督さんも私たち大工も知らずに過ぎていくことがほとんどです。実は今回のキッチンは施主様による支給品です。情報が少ないので慎重に打ち合わせをします。リフォームでは現場判断がものを言います。どのように進めるのかの打ち合わせはしますが、基本的に岩谷さんのセンスに任せています。こんなんなってた。昔の継ぎ手。はい、ベテランの職人さんと若い衆が声を掛け合いながら作業を進めてくれています。もうちょっとこっちには来るの？もうちょっと奥には行く？ここだと行かない。ええの？はい。ええのか？はい。どの業種も経験が浅いうちは自信を持って返事をすることは勇気がいります。はい。キッチンの給排水がちょうど大引きに当たります。そのことをこの映像を見て初めて知りました。最初の時点で大引きを少しずらしておくべきでした。完全に自分のミスです。そして僕に続き、よっちゃんもやらかしました。清水さんすいません。私が抜いたところ、私がハマったところ。もう一回再現。すいません、ありがとうございます。悩みの種だった玄関廊下。なんとか形になりました。そしてやるべきことがまだあります。このうちまだアンカーボルト一回も見たことないんだけど。第3話で登場したアンカーボルト問題。短すぎるすべてのアンカーのサビを取り、ザボリをしてナットを取り付けることも考えましたが、手間や効率など現実的ではないと判断し、後施工アンカーを施すことにしました。掃除機借ります。本当はもっと早いタイミングでやりたかったのですが、監督業務など諸々の事情でこのタイミングとなりました。昔の布木曽なのでどこまで効果あるかは分かりませんが、
できる限りのことをしてみます。そして次は玄関です。シロアリに食べられてなくなってしまった玄関枠下地。玄関サッシはカバー工法で新しくするのですが、まずは下地を何とかしなければいけません。危ない。玄関幅木との兼ね合いもあり悩ましいところです。インスタグラム、ツイッター、TikTok 公式ブログやっています。ぜひ見に来てくださいね。チャンネル登録お願いします。ご視聴ありがとうございました。